これまでのドラレコって画質が悪くてナンバーが読めず犯人が見つからなくて結局泣き寝入り、そんな経験ありますよね。僕はそれで20万円も無駄に払いましたが、前後ダブルで 4K カメラ、しかも最新のソニーセンサースタービス2を2つも搭載して、ドラレコどれにするか迷ったらとりあえずこれ買っておけば絶対に失敗しない最強 4K3 カメラドラレコがついに出ましたので、本当に 4K の綺麗な映像で昼も夜もナンバーは読めるのか、逆にこれだけのスペックで弱点はあるのか徹底的にレビューします。ということで今回レビューするのがこちら、セブンティ前から新たに出たダッシュカム 4KT800 ですね。こちらまさかの前後カメラ2つとも 4K、 室内用のカメラもついて合計3カメラ搭載で、かつソニーの最新センサースタービス2も前後に搭載したエグいスペックしたやつになります。早速開封すると、これがフロントカメラが2つ搭載され、車内も撮影できるので視覚ゼロになるみたいです。本体横に電源ボタンと SD カードスロット、あとはボタンが4つあるだけ。そしてこれがリアカメラ、貼り付けてからも角度の調整ができるようになってます。本体以外の付属品はシガーソケットから電源を取るやつと窓に貼り付けるステー、これだけが窓に残るので、後からドラレコ本体を一旦取り外すこともできます。他には配線する時にあると便利な工具、フロントとリアのカメラを接続するちょっと太めでかなり長いケーブルが入ってます。体感普通のドラレコのケーブルの 1.5 倍くらい太くなってますね。確かにさっきのリアカメラを見ても普通のフル HD タイプのリアカメラと比較してこれだけ大きくなっていて、 4K の映像処理も必要なのでこのサイズなのだと思います。あとはフロントカメラに接続する電源ケーブルと取り付け方から使い方まで詳しく書かれた説明書。セブンティマイさんのドラレコ買うと毎回ついてくるこちらの透明シート、この薄いシートを窓ガラスに貼り付けて、その上からドラレコを取り付けると窓に粘着テープが直につかないので、もし剥がしてもテープの跡が一切残らないように工夫されてます。そしてこれがマイクロ SD、 容量がまさかの 512GB と見たことない容量してますね。普段毎日 YouTube の動画を 4K で撮影している僕が使ってるのがこの 256GB の容量なので、それの倍の 512GB は十分すぎますね。そしてこれが初めから同梱されてて別で買わなくていいのがセブンティマイさんのいいところですね。ちなみに Amazon で同じような SD カードを買うとだいたい1万円ぐらいするのでだいぶお得です。もちろんドラレコ専用設計なので真夏の炎天下になる状況でも安心して使ってもらえるようになってます。それでは早速車に取り付けて実際のドラレコ映像を見ていきたいと思います。まずは貼り付ける窓を窓ガラスクリーナーを使って綺麗にしていきます。ある程度綺麗になったらカメラを貼り付けるんですけど、水平に貼らないと録画した映像が斜めになって違和感になるので、まずスマホのアプリストアからセブンティマイのアプリあるのでそれダウンロードしてください。それができたらとりあえずシガーソケットから電源取ってケーブル類を仮で本体に接続します。それができたらドラレコの電源オンでアプリとつなげてあげると、スマホの画面で映像をリアルタイムで確認できるので、それで水平になってるか確認しながら貼り付けてください。それができたらあとはケーブルを外から見えないようにひたすら車の隙間に隠していくだけですね。別売りの駐車監視ケーブルを使えばこういう車の中にあるフューズから電源を取ることでエンジンを切ってからも引き続き録画ができるようになります。ドラレコって走ってる時も大事ですが、駐車してる時の方が当て逃げ対策として大事になってくるので、駐車監視ケーブルを使って取り付けることをお勧めします。取り付けるのにギボシ端子の加工など少し配線加工が必要になりますが、エーモン公式から出てる YouTube 動画見たら1時間もあれば理解できるので、できそうやなと思った人はぜひ DIY でやってみてください。無理な人はプロに丸投げが安定ですね。おすすめの持ち込み OK な電装の取り付けショップは大阪と名古屋だと何店舗か知ってますので、動画の下にある概要欄にお店の情報を入れ込んでおきます。それでは取り付けも終わったので早速ですが、ドラレコの 4K 映像がどれくらい綺麗なのか検証したいと思います。まずは昼間の映像から。どうでしょうか。普通に綺麗すぎますね。これは完全に 4K です。 Amazon に売ってる激安 4K ドラレコとはレベルが違いますね。 4K なので真ん前の車のナンバーは当然全部読み取ることができるし、離れた車のナンバーも普通に読めます。これが普通のドラレコ画質だと車の真ん前と真後ろだと記号から地名4桁の番号まで全部読めるんですが、ちょっと離れるとぼやけて見えないのがほとんどです。同じタイミングでフル HD で撮影した映像を並べてみるとこんな感じ。明らかに画質の違いが見てわかると思います。フル HD だと画質が荒く潰れて読めないようなナンバーでも関係なく全部読めるのが
4K 画質のメリットです。そしてリアカメラの映像がこちらもフロントと同じカメラなので綺麗すぎますね。普通に後ろの車の人の表情までがっつりと映るので、もし追突されても相手がスマホを見てたとかよそ見してたかまで鮮明に記録できる仕様なので、このドラレコ強すぎる気がします。僕は定期的にいろいろなメーカーのドラレコレビューをしてて、普通の人が一生で取り付けるであろう数のドラレコをもうすでに取り付けてて、いろいろなメーカーの映像を見てますが、セブンティマイが間違いなく一番綺麗ですね。正直日本の大手メーカーの 4K ドラレコよりも圧倒的に綺麗です。このチャンネルの車載映像はちょっと前にセブンティマイから出たロボットみたいな見た目の 4K ドラレコの映像を使って Vlog 動画とかも作ってまして、正直セブンティマイの 4K は GoPro よりも画質綺麗なんで、旅行先の思い出も同時に 4K で残せるのもいいところです。綺麗すぎる走行動画を後で見れるので、サーキット走る人にもおすすめですね。また車内に向いたカメラだとこういう風に真横まで全部映るので視覚ゼロで撮影できるようになってます。これで昼間の映像は全く問題なく撮影できるのが十分伝わったかなと思うので、今からトンネルを走ってみて明るいところから暗くなったり、その逆になった時に画面が白飛びしないか検証します。どうでしょうか。自然と映像切り替わってますね。そのままトンネル出てみると、こちらも問題なく自然に撮影できてます。いきなり明るくなった時に画面全体が白飛びしないで撮影できることや、後続車のヘッドライトの光を肉眼より抑えて撮影できるのがソニーのセンサースタービス2があるおかげですね。これが一つ前のスタービス1だと全体的にノイズが増えて、ナンバープレートも少しでも離れてると何て書いてるか見えないですね。こう並べてみるとスタービス1と2の進化具合がわかると思います。最近ではスタービス2搭載のドラレコも増えてきてますが、大体のものはフロントかリアのどっちか一つだけですが、今回のは前後2カメラとも 4K でスタービス2搭載なので、ここまで綺麗に録画可能になりました。さらにセブンティマイ独自のチューニングと HDR 撮影のおかげもあって、明るいところと暗いところを同時にくっきりと映せるようになってるので、暗くてもここまで綺麗に撮影できてます。本当当て逃げとか事故の時って相手のナンバー情報が全部映ることが大事なので、これはいいポイントですね。僕が半年に3回当て逃げされた時にたまたま相手のナンバーが完全に分かってた時は、警察で当て逃げの相談した翌日に速攻で犯人が見つかって相手の保険で修理してもらったので、ナンバープレートの情報や車種やボディカラーなど全部分かってるとすぐ犯人見つかるので、画質にはこだわった方がいいです。それではそのまま夜の映像を見てみます。どうでしょうか。夜でも関係なくめっちゃ綺麗ですね。下手したら GoPro よりも夜の撮影性の上な気がします。真ん前と真後ろの車のナンバープレートの情報はもちろん全て読めるし、隣の車線にいる車のナンバーも全部読めますね。これが普通のフル HD 画質だと前と後ろは読めても隣の車線までは読めないので、 4K とスタービス2の組み合わせで夜の映像もめちゃくちゃ綺麗に撮影できます。そしてこれがリア、フロントと同じカメラなので当然そのまま綺麗ですね。白飛びを抑える機能が強いので、真後ろの車のヘッドライトがカメラに直接当たったとしても関係なく撮影できてます。参考までにスタービス1と2の映像を並べてみるとこんな感じ。明らかに2の方が綺麗ですよね。それぐらい性能ズバ抜けてるので、ドラレコどれにするか迷ったらもうこれでいいと思います。さらにこちらが夜の車内カメラ映像。まさかのテレビとかでよく見る暗視機能搭載なので、暗くても周りの状況が綺麗に把握できるようになってますね。これで走行中の映像は一通り説明できたと思いますので、次に結構大事な駐車監視について。エンジンを切ると自動的に駐車監視モードが始まります。この状態になるとバッテリーの消費を抑えてデータ容量も抑えたタイムラプス録画が始まり、現実世界で15分のところを1分に短縮して撮影するので、かなりの長時間撮影が可能になります。そしてもし車に近づいてくる不審者を AI が検知したら、そこからは普通の録画が始まります。この AI のおかげで普通のドラレコだと衝撃を検知してから撮影が始まるものが多いところ、事前に録画が始まるので当て逃げの決定的瞬間も撮影できるし、タイムラプスでそのさらに前から撮影できてるので絶対に当て逃げをさせない仕様になってますね。もちろん衝撃検知にも対応してて、さらに画質もこの通りめちゃくちゃ綺麗なので、離れていてもナンバー読めます。ただし駐車監視は車のバッテリーを使うので、長時間監視してるとバッテリー上がりにつながりますが、バッテリーの数値が一定値を下回ると自動的にオフになる設定も選べます。もし駐車監視時間を最大限まで伸ばしたい、車のバッテリーを使いたくない人はアイセルというドラレコ専用の大容量外部バッテリーもあって、そこにつなげてあげれば車のバッテリーを一切消費しないため、バッテリー上がりを気にするこ
ことなく専用バッテリーがゼロになるまで最大で連続約3日間も駐車監視ができるようになるので、バッテリー上がりとか劣化を気にする方はドラレコ専用バッテリーから電源取るようにしてみてください。専用バッテリーが気になった方は詳しく解説している動画もあるので概要欄に貼っておきます。撮影したデータは全て SD カードに保存されるのでパソコンで再生することもできて、もちろん時間や位置情報、速度などの事故の時に大切な情報は動画内に書き込まれていますし、運転中に衝撃を検知した場合はイベントという特殊フォルダに保存されて上書きされずに残るので、肝心なデータが消える心配ないのも安心ポイントですね。また70前のアプリを使えばすぐに録画した映像をスマホ上で見ることができて、 Wi-Fi6 でスマホとドラレコ本体がつながるため、すぐにお手持ちのスマートフォンに撮影データをダウンロードできるので、必要なファイルをすぐ保存できて、そのまま警察に証拠の提出もできます。またアプリを使えば自分がどこを走っていたかの GPS 情報を使って分かりやすく地図も表示できて、さらに AI が見てる映像を上乗せ合成して夜見えにくい自転車をハイライトして出したり、車の速度が何キロだとか他の車との距離がどれくらいとか、普通のドラレコでは無理な情報まで上乗せして確認できるようになります。その他には先ほどの動体検知 AI を活用した安全運転支援機能もあって、例えば前の車が発進したらこんな感じになります。前方の車が発進しますのでご注意ください。はい、スズキのセーフティー機能よりも早く前方の車が発進したことを音声で伝えてくれます。また車線からはみ出しそうになったら音声で注意してくれたり、これが意外と便利なんですが、歩行者や自転車、バイクが近くにいたら音声で警告もしてくれるので、肉眼では見えにくい夜の黒い服着たチャリの人とかも AI が検知して警告してくれるので安全運転につながりますね。こちらのアプリは映像の確認以外にもドラレコの設定が全てアプリだけでできるので、70前のドラレコ買ったらアプリは入れた方が楽です。もちろん本体を触って設定も変えられますが、アプリでやった方が早いのでアプリでやることをお勧めします。またこれは気になるポイントだと思いますが、外気温が40度を超えるような暑すぎる日中に運転してても本体が熱暴走することもなく普通に録画できてましたので、耐熱性もしっかりしてますね。使用上60度までは問題ないみたいです。とこんな感じで一通り使ってみて、最初にも言いましたが、今ドラレコどれにするか迷ってたらこれ買っとけばまず間違いないですね。画質も綺麗、駐車監視も AI が動体検知するし、データの確認もアプリで全部いけて、必要なら Wi-Fi6 使って速攻でデータのダウンロードできて警察にデータ提出できるので、実際に使ってみて特に微妙と思ったところは正直ないですね。強いて言えばリアカメラとの配線が若干太いぐらいですが、リアカメラも 4K なのでそこは仕方ないと思うし、それでも問題なく隙間に配線通せてるのでそこまで気にならないです。僕はこれまで国産から海外製までいろいろなドラレコをレビューしてきましたが、前後 4K さらにスタービス2を2つも搭載してるドラレコは2025年現在業界初レベルなので、これ買っとけば絶対に失敗しないので間違いなくお勧めします。個人的にはミラー型ドラレコも出してもらえると毎日の運転がさらに快適になるはずなので、多分そのコメントが多ければ70前さんも作ってくれると思うので、ぜひ皆さん何でもいいのでコメントお待ちしております。今回紹介した70前の最新モデルは動画の下にある概要欄に詳細を確認できるページを貼り付けておくので、ぜひ僕だけじゃなく他の方のレビューも参考にしていただければと思います。こちらのチャンネルではドラレコからディスプレイオーディオ、戦車グッズからスイスポのレビューまで幅広く配信していますので、この動画が良かったと思っていただけましたらぜひチャンネル登録お願いします。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。